こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとして国民健康保険加入されている方も多いかと思いますが、こちらに関していろいろ動きがあります。そのうちの一つがですね、軽減措置の対象拡大という話になります。今回はこちらをメインに解説をしていきたいと思いますが、さらにですね、外国人の国民健康保険料の未納というのもありますので、こちらの対策も進んでいくという状況になっております。今回の概要ですけれど、国民健康保険は日本の医療保険制度の一つになりますので、まずは日本の医療保険制度について解説をしていきたいと思います。その上で国民健康保険の保険料、そしてその国民健康保険の仕組みについてまず見ていった上で、2027年4月からを予定をしておりますが、国民健康保険における軽減措置の対象拡大の改正内容について見ていきたいと思います。そして最後に注意点とまとめとして、これからスタートしますけれど、少子化対策としての子ども子育て支援金制度がスタートして保険料のアップ、また外国人における国民健康保険の保険料未納対策というものの一環で外国人政策というのも掲げられておりますので、その内容についてもご紹介をしていきたいと思います。まずは日本の医療保険制度ですけれど、日本の医療保険に関しましては国民皆保険制度というのを採用しております。この制度は誰もがいつでもどこでも必要な医療を受けられ、窓口での支払い額を低く抑えることができるというものになっております。なおかつですね、このマイナンバー保険証がスタートした関係で、12月1日で健康保険における従来の健康保険証の期限切れ問題というのもありますが、こちらに関しましては別の動画で解説をしております。そして日本の医療保険制度につきましては全部で3つ制度が設けられております。75歳以上の高年齢者の方が加入をする後期高齢者医療制度というのがありますが、75歳未満の方に関しましては、被用者保険と言われるものか、国民健康保険と言われるもの、どちらかに加入をするという形になっております。被用者保険につきましては、主にサラリーマンの方が加入をしますけれど、事業主が保険料の半分を負担をするというものになっておりまして、こちらの保険者に関しては、協会憲法もしくは健康保険組合さんが保険者となっているものになっております。そして、被用者保険に加入をしない75歳未満の方に関しましては、いわゆる自営業者の方などですが、国民健康保険に加入をするということになっております。今現状ですね、約2400万人の方がこの国民健康保険に加入をしているという形になっております。そして、この国民健康保険ですけれど、令和7年度の国民健康の、保険料ですが、今現状、この保険料計算については、市区町村ですとか国民健康保険組合によって計算方法が異なっているという状況ですが、主にですね、所得から計算をするものと、被保険者の人数で計算をする均等割、主にこの2つに基づいて計算をされている。また自治体によってはですね、平等割ですとか試算割というのを使用するところもありますが、主にこのような形で具体的な金額を計算をしている。ただしですね、上限は国が決めております。この保険料上限というのはですね、年々引き上げが行われておりまして、今、令和7年度においても4年連続の引き上げということで、上限が全体で109万円という形になっております。
この内訳ですけれど、基礎分と言われるもの、医療分と後期高齢者支援金分、そして介護分と言われるもの、全部で3区分になっておりまして、それぞれ上限が設けられております。基礎分に関しては66万円、後期高齢者支援分については26万円、介護分に関しては17万円、これらを合算をして、今現状は上限が109万円という形になっております。そしてこの109万円の上限ですが、内訳として、国が定めているものになりますが、子どもの数が多くなるほど世帯の負担が多くなる仕組みの均等割、こちらに関しては2022年4月から未就学児6歳以下の方に関しては、この均等割の保険料の半分5割を公費で負担をする制度というのを導入をして、一部ですね、軽減措置を図っております。この対象は約50万人と言われております。こちらですね、公費負担分が約80億円というふうになっておりますが、これがですね、今後、今議論されておりますが、2027年4月からはですね、未就学児が対象だったのが、高校生年代18歳の年度末まで拡大をするという議論がされておりまして、対象が130万人増えて、合計で約180万人が対象というような検討がされております。これによってですね、もちろん公費負担というのが増えますけれど、約250億円になるという状況になっております。そしてこちらは国が決めている最低限の部分になりますので、それ以上の軽減措置に関しては各自治体の判断という形になっております。このようにですね、やはり少子化対策における子育て世代の保険料負担というのを考えた上で、2022年には未就学児6歳以下に関して軽減措置を行っておりましたが、今後ですね、さらに拡大をしていく。ただですね、スタートは2027年の4月からという形なので、まだまだ先という形にはなりますが、今後ですね、保険料負担が減っていく可能性があるということになります。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、今回は国民健康保険の保険料の軽減措置拡大という話ではありましたが、今、各種保険料に関しては、応納負担という考え方が非常に加速している。介護保険における2割負担の話もそうですし、もしくは高額療養費の話もそうですし、今議論が進められておりますけれど、やはり少子高齢化といった形、そして高齢者、働く方も増えてきているというところで、その働く方、年齢にかかわらず負担能力、それが年収であったり資産であったり、こういったものを考慮して負担をみんなで平等をしていこうという考え方が加速をしております。一部ですからね、保険料に関しては預貯金なども考慮、金融資産も考慮していくという議論も進められておりますので、今後ですね、現役世代のみならず、高齢の世代に関しましても保険料負担がどんどん増えていくという話になっております。さらにですね、令和8年度の国民健康保険になりますけれど、国が上限を決めていると解説しましたが、こちらの上限に関しても、令和8年度においては5年連続の引き上げというのはもうすでに決まっております。引き上げに関しましては、医療分の部分の引き上げで1万円引き上げという形になりますので、今全体では109万円の上限が今後は110万円になってくるという形になります。このような形で一部軽減措置はあるものの上限の引き上げというのもあります。さらにですね、今後2026年4月からになりますけれど、子ども子育て支援金制度というのがスタートして、全世代における保険料負担というのはアップしてきている。またですね、外国人の未納対策というので、全納制度というのもスタートしますけれど、2027年6月からはですね、国民健康保険における保険料の未納というのもありますけ
ど、各種保険料の滞納に関しては、在留資格の変更ですとか、更新をしないという話も出てきておりますので、今後ですね、やはり保険料の納付というのをしっかりと行ってほしいと思います。一方でですね、国民健康保険の保険料の未納による差し押さえというのも急増しております。令和5年度2023年においては差し押さえ件数が32万7401件という形になっておりますので、未納における差し押さえも増えてきておりますので、保険料未納納付できないという場合はですね、早めに市区町村と自治体にご相談をしてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。